これだから中卒は、という声が室内に響いた。中山さんが目をつり上げ、俺に罵声を浴びせてくる。誰も口を挟めないような勢いに、俺は縮こまり、下を向いた。中卒はゴミ、クビだ。中山さんの大声に誰もが息を飲んだ。俺の名前は古川智也。幼い頃に父親を亡くし、母と祖母の3人で暮らしていた。大黒柱である母親は生活のために身を粉にして働いており、帰ってくるのはいつだって深夜だ。俺が眠ってから帰宅する母は朝も早く、俺が起きる頃にはすでに支度をしている途中ですぐに家を出る。母と俺の生活はすれ違いばかり。そんなんだったから俺の世話をしたり話し相手になったりしてくれるのはもっぱら祖母だった。家事のほとんどをこなし器用な祖母。おしゃべりも上手で博識。そんな祖母は近所でも人気者だ。社交的な祖母は老人会にもよく顔を出し、積極的に他者と交流する人だった。俺もよく老人会に連れて行ってもらい、そこの老人たちと遊んでもらった。そんな懐かしい日々は今でも記憶に残っている。お菓子をもらったり、いろんな話をしてもらったり、老人たちと過ごす時間が俺は好きだった。それを他人に言うと驚かれるが、本当に俺はお年寄りと過ごすことが何よりも大好きだったのだ。最初は祖母にばかり家事をしてもらっていたが、成長するにつれて手伝えることも多くなり、一緒に家事をしながら祖母と話すのが日常に。祖母が料理を作っている隣で洗濯物を畳み、祖母の軽快なトークを聞く。俺は相槌を打つ方が多かったけれど、それでも楽しかった。それがあったから、俺は母親が不在であっても孤独を感じることなく過ごすことができたのだ。そんな生活も、俺が小学校を卒業した年に終わりを告げる。高齢だった祖母が他界したのだ。俺は母親と2人、祖母のぬくもりが残る家で通常の母子家庭として暮らすことになった。中学生になり、今まで祖母がやってくれていた家事は俺が担当するようになった。母親は心配していたが、祖母にたくさんのことを教わり、お手伝いという実践をこなしていただけに何も不自由はない。話し相手の祖母がいないのが寂しいだけで、それ以外はスムーズだ。母は自分が知らない間にこんなにも成長した息子を見て驚いていた。祖母からはそれとなく聞いていたらしいが、仕事に忙殺され、実際にどれだけできるかを見たことがなかったからだろう。母親はありがとうととても感謝してくれた。母が喜んでくれると俺も嬉しい。智也のおかげでお母さんは仕事を頑張れるよ。母はそう言って笑顔を作る。俺は祖母によく言われていた言葉を思い出し小さくうなずいた。祖母は、お母さんはお前が助けて守ってあげなさいと俺によく言い聞かせていた。それが少しでも実現していることがとても嬉しく、俺が家事をしている間、同級生が遊んでいたり、新作のゲームを買ってもらったりしていたとしても、それが全然気にならないくらい充実した毎日を送っていた。俺は母とすれ違いの生活をしながらも、互いに思いやり、支え合いながら毎日を過ごす。祖母亡き後、母も思うところがあったのだろう。俺とコミュニケーションを取る時間も少しではあるが取るようにしてくれていた。あっという間に月日は流れ、中学3年生になり、進路を決める時期に。面談の時、担任に進路を聞かれた俺は、就職希望である旨を伝えた。担任は驚いた顔をし、
本当にそれでいいのかと俺に言う。俺は母親の負担を減らして早く助けになりたいと話す。それでも高校くらいは出ておいた方がいいんじゃないかと俺を心配してくれた。母にもそう言われたと俺は言い、それでも高校進学を望まないと強く言う。俺は母さんを守ってあげたいんです。おばあちゃんと約束したんですよ。母を守るって。俺がそう訴えると、担任はしぶしぶ、分かったとうなずいた。どうやら俺の固い意志を分かってくれたらしい。お前が家族を大事にしているのはよく分かった。おばあちゃんっ子だったものな。担任は何度かうちの祖母に会っていた。担任のお母さんが老人会のメンバーだったからだ。うちの祖母に俺のことを聞き、俺からは祖母のことを聞いていて、担任は俺がどんな人間かを分かっていた。だからか、俺を親戚の子供みたいだと言い、放っておけないという。そうして担任は数週間後、一つの求人を見つけてきてくれた。中卒ではなかなか就職口がない中、彼は俺のためにそれを見つけてきてくれたのだ。待遇を見ると給料も悪くない。俺は目の前が明るくなった。その会社は主に老人向けの健康食品やサプリを販売している会社で、地元では有名な企業だ。そんなところが中卒を採用してくれるのかと俺は首をかしげたが、聞けば本来中卒は採用していないらしい。そこをなんとかと担任が頭を下げてくれたのだ。担任の熱意に折れ、では面接だけでもと言ってくれたのだという。俺は担任に感謝して面接へ挑んだのだった。面接は結構うまくいったと思う。けれど受かっている自信はない。中卒というのが最大のネックだ。しかし、俺はめでたく採用通知を受け取ることができたのだった。心の底から嬉しかったし、貢献したい。そう俺は意気込む。これは後から聞いたことだが、面接官の一人が、俺の熱意や老人を思いやる気持ちを分かってくれて採用されたのだとか。そういえば面接の時、年配の人、ご老人についてどう思っているのかをよく尋ねられたことを思い出す。俺は自分の祖母のことを話し、そうして老人会によく顔を出していたことも話した。だからご老人に対しての対応、寄り添う心は誰にも負けないとそうアピールした。そういうこともあってか、俺が入社して配属されたのはお客様対応部門。いわゆるクレームなどを対処する場所だ。精神的にはハードな仕事だが、人間としても成長できるやりがいのある部署だと先輩は言う。確かにお客様対応部門の先輩たちはみんな優しく親切だった。中卒である俺にも分け隔てなく、丁寧に仕事を教えてくれるいい人ばかりだ。そんな先輩たちのおかげで、アルバイトすらしたことのない俺だったが、しっかり仕事を覚えていくことができた。君は覚えがいいし、お客様からも評判がいいよ。先輩がそう言って、さっきお褒めの電話があったよと教えてくれた。俺が本当ですかと喜ぶと、お客様部門のエースだなと先輩が笑う。俺は幼い頃から祖母の相手をしてきたので、人の話を聞くのは得意だ。口を挟まず、相槌を打って、相手が話し終えるまで待つ。そうして意見があれば相手の話を否定せず、自分はこう思うのだけれど、とあくまで提案するという形にするのを徹底している。社会経験が乏しいからこそ、マニュアルやルールなどをしっかり頭に叩き込み、新聞やニュースなどを見て、いろいろな情報を取り入れた。若いからと頼りなさを感じさせないよう努力している。君の低姿勢で相手の気持ちに寄り添う対応、俺たちもお手本にしなきゃな。
いえ、まだまだです。俺はまだ社会というものを知らないから、勉強しているとはいえ、知らない知識が多すぎると先輩に相談した。しかし先輩は大丈夫だよと微笑んだ。対応がしっかりしているから若いってことも気にならないみたいだよ。落ち着いていて頼りになるって。それに、と先輩は付け加える。電話での対応が主だから君が16歳だってみんな思わないみたいだよ。確かに俺の声は同年代よりも低いトーンで話し方も落ち着いているから顔を見ないと若いとは思わないかもしれない。なるほどと俺はうなずいた。君が一生懸命やってくれるからみんな頼りにしてる。これからもよろしくね。周囲の従業員たちに恵まれ、俺は一歩一歩確実に成長することができたのだった。そうしているうちに3年の月日が流れた。今では新人の教育担当も任されている。先輩に言われた通り、俺はお客様部門のエースになっていた。そんな時、人事異動があり、中山さんという人が営業部から異動してきた。今後彼はお客様対応部門で俺の上司として一緒に働いていくらしい。最初は歓迎ムードだったが、徐々に暗雲が立ち込める。中山さんが来てから雰囲気の良かったこの部署がピリピリするようになったのだ。それは中山さんの言動にあった。彼は有名大学卒で学歴主義、成績主義だったのだ。自分の営業部での仕事を誇りに思っていたらしく、お客様対応部門には最初から不満を持って移動してきたらしい。中山さんは俺たちを明らかに見下していた。彼は営業部こそ素晴らしい人材の集まりで会社の要だと思っていたのだ。だからか、お客様部門エースである俺に当たりが強く、何をするにも怒声が飛ぶ。今思えば全て八つ当たりだったのだろう。そうしてある日、中山さんは俺が中卒であることを知った。すると目の色を変え、人事部に突撃していったのだ。おい、人事、なんで中卒なんか採用したんだ？何かの間違いじゃないのか？人事の人が間違いではないと言うと、彼は目をつり上げる。そうして首にしろとまくし立てたという。異変に気づいた人事部長が、彼は中卒だけれどきちんと仕事をしている。何か問題でもあるのかと中山さんに尋ねた。すると、若すぎるだろうと中山さんは言う。若すぎるのがいけないと言うけれど、それで問題があるわけじゃないだろう。彼は確かに若いが能力は高いし、彼についてのクレームもないよ。どこも問題がない。でも、クビにする理由がない。以上。早く自分の部署に戻って。人事部長はそうきっぱりと言って中山さんを返したという。人事部長は以前、お客様対応部門で俺を指導してくれた先輩だった。しかし、その対応が気に食わず、中山さんの暴走が始まってしまう。彼は自身のプライドが傷ついたと怒り、その怒りを俺に向けた。俺をクビにしようという強い執着が出来上がってしまったのだ。俺の仕事に対し、すべてに言いがかりをつけ、難癖をつけては、できないのか、無能だなという。俺だけに就業時間1時間前に出社しろと言ってみたり、もうむちゃくちゃだった。すべての責任はお前にあると言って、俺が関与していない他人のミスもかぶらされ、罵声を浴びる。中卒のお前の代わりなんていくらでもいるんだよ。中山さんの罵声を毎日浴び、俺は軽くノイローゼ気味だ。けれどそれでも俺は耐えた。だって俺は仕事で得た賃金で母を助け守らなければならない。ここを辞めたところで中卒の俺はこれ以上に待遇のいいところになんていけないだろう。そう思うと辞めるという選択肢は選べない。それに俺はお年寄りが大好きだ。
彼らに寄り添えるこの仕事は天職と言っても過言ではなかった。ありがとうと感謝されるたびに、亡くなった祖母も喜んでくれているように思えて、とても誇らしい気持ちになる。天国に行った祖母には孝行ができなかったから、この仕事を通し、お年寄りの助けになることで、祖母孝行を行っていたのだ。だから俺は踏ん張った。しかし、それでも限界は来る。毎日めちゃくちゃなことを言われ、罵声を浴び、自己肯定感を下げられ続けた俺は、ついに1ヶ月後、精神を崩してしまった。朝、目を覚ましても体が動かない。出社しなければ遅刻してしまうと思っても、体が鉛のように重く、上半身を上げることすらできない。連絡をしようにも気力も出なかった。動けない。できない。そうやって俺は2日も無断欠勤をしてしまったのであった。2日目の昼、目を覚ますと同僚から着信があったことに気づく。その同僚は仲の良かったやつで、俺も心を開いていた人間だったから折り返してみる。すると同僚は俺を心配し、俺の気持ちは分かっているからと言ってくれた。同僚は俺が中山さんにいびられ、こうなってしまったことを分かっていたのだ。彼はどうにかできないものかと社長に相談をしたらしい。今から社長に代わるから。え？相談してくれたのは嬉しいけれど、まさか社長と通話することになるとは思っていなかったので、俺は息を飲んだ。社長は穏やかな声で、まず俺の体調やメンタルを心配してくれた。そうして、明日の朝礼だけでいいから頑張って出社してくれないかという。俺は社長にそう言われ、わかりましたと返事をする。気持ちを奮い立たせて出社することにしたのだ。朝、俺は無心になって出社する。何かを考えてしまったら、また動けなくなってしまいそうだ。扉を開けた瞬間、突き刺さる社員たちからの視線。それと同時に、待っていましたと言わんばかりの、これだから中卒は、という声が室内に響いた。中山さんが目をつり上げ、無断欠勤したことに対しての罵声を浴びせてくる。欠勤理由など聞かず、心配すらしていないのか。叱責と罵声の嵐。誰も口を挟めないような勢いに俺は縮こまる。そんな俺の気弱な様子がますます彼を饒舌にしていく。よほど不満が溜まっているのだろう。中山さんは制御不能の状態になっていた。そうして中山さんは、中卒はゴミ、クビだと叫ぶ。するといつからそこにいたのか、背後から社長が現れ、じゃあ私もクビだな。残念だが辞めなければならないようだねと言った。社長？中山さんは社長の突然の言葉に驚き、のけぞっている。社長は、私も中卒なんだが、どうだね、辞めた方がいいかな、と中山さんに言った。中山さんは壊れたおもちゃみたいに首を横に振り続ける。そうして何度も何度も謝罪を口にした。私にはいいから古川君に謝ってくれないか。君はどうしてそんなにも理不尽かつ冷酷なことを古川君にするんだね。中山さんは営業部という花形の部署から異動させられたことに不満を持ち、そのストレスを俺で発散していたのかもしれないと、そう小さな声で言った。異動させられた理由は、もっとお年寄りに寄り添った考え方ができるように勉強してほしいというものだったが、それにも納得いっていなかったのだという。だが、中山さんをそうするように言ったのは自分だと社長は明かす。それは営業部のエースである中山さんを本当に成長させたいと思ったからだった。中山くん、私は採用するとき、相手の学歴よりも人柄を見て採用するんだ。だから中卒だろうが関係ない。古川くんは
うちにふさわしい気持ちの持ち主だとそう思ったから採用した。それがうちの学歴なんだよ。もちろん中山くんを採用したのもそういう理由だよと社長は言う。学歴が素晴らしくとも人として欠けたものがあれば採用はしないと社長は言うのだ。古川くん、中山くんにはひどいことをされたと思う。しかし許してやってはくれないか。もし君が良ければもう一度チャンスを彼に与えてやってほしい。社長はそう言って俺に頭を下げた。するとそれに驚き、中山さんも慌てて俺に頭を下げる。古川、本当にすまなかった。これからは心を入れ替えて一生懸命働くから、どうか許してくれないか。中山さんは反省と謝罪の言葉を述べ、そうして涙を流し始めた。演技ではなく本当なのだとそう思った俺は、中山さんにチャンスを与えることにする。彼の言動は俺を傷つけ、簡単に許せるようなものではなかった。けれど人間は間違う時だってある。俺だって周囲に迷惑をかけながら生きているのだし。それに社長が頭を下げてくれたのも大きい。俺が許すことを言うと中山さんは泣き崩れたのだった。それから数ヶ月、約束通り中山さんは改心し、一生懸命仕事をしている。社長にそれを報告すると、社長は良かったと微笑んだ。俺は社長にどうして俺にそんなによくしてくれるのかと尋ねてみた。社長の採用基準は分かったが、なんとなく疑問に思ったのだ。すると社長は自分の母親のことを話し始めた。社長の母親は老人会に参加していて、そこでうちの祖母によくお世話になっていたのだとか。社長も母親を迎えに来たりと老人会には訪れていて、なんとうちの祖母とよく喋っていたらしい。そうして母親は、たまに来る男の子が孫みたいで可愛いとよく言っていたそうだ。君の担任の先生がいただろう。彼も老人会に来ていた人間で顔見知りだったんだ。その担任が就職させたい生徒がいるとやってきて、社長に頭を下げたらしいが、そこで俺の話を聞き、母親が言っていた孫のような男の子だと気づいたらしい。社長は母親とうちの祖母が俺のことを絶賛していたのを思い出した。特に祖母が俺は聞き上手で、とても優しく親切なのだと言っていたという。それがあったから面接をしたのだそうだ。そうして面接をして間違いないと思ったから採用に至ったと社長はそう言う。君のおばあちゃんが言った通り素晴らしい人材だった。古川くん、君は我が社のエースだ。これからもよろしく頼む。俺はその言葉にはいと返事をする。そうして天国の祖母にありがとうと心の中でつぶやいた。おばあちゃん、これからも頑張ってお母さんを守っていくよ。俺は再度決意し、これからも頑張っていこうと思うのだ。